続いては、コロナ禍で、戦う姿勢を見せている若者たちの姿を見ていただきたいと思います。20代、30代に特に呼びかけたいという思いが強くあります。まずは映像をご覧いただきたいと思います。私たちは戦うことにした。毎月ちゃんと給料が支払われないと生きていけません。アルバイトの私たちが自らユニオンで立ち上がって休業保障を求めています。私たち自身が戦うしかありません。この街、ただひたすら会社に通うためにあるような分刻み秒刻みでどんどん働く人が都市部に送り込まれていくっていう。父親日本のサラリーマンみたいな、大企業に就職して働いてきた人なんですけど、企業で働く中でどんどんそのメンタルが要はやられて、で母親が低い給料でなんかすごい働かなきゃいけないっていうのを見てなんでこんな家に生まれたんだろうみたいな、同じような道たどるんじゃないかみたいな、運命なのかなみたいなのは思ってたんですよね。大学院進学したいと思って塾講師ならお金を貯めれると思って始めたんですけど、4月に休業になって給料支払われてないので、僕が休業保障ありますかって聞いた時も、なんか休業保障するのが最善だと考えているが義務はないみたいな感じで、もうそんなんで休業保障しないって決めちゃうことができちゃうんですよ。それ全然別に企業はなんていうか、僕らのことなんてどうでもいい存在なんですよ。もう先があまり良くないので、だったらもう自分たちで戦って働いてる人がバカにされないような、社会を作るために戦いたいというか。休業していた期間の賃金を 100% 保証してください。生徒の都合で生徒が来なくてってことで、そうなんですよね。はい。それ何コマ分？それは1コマですね。1コマ。じゃあここも請求しよう。ここ払われてないんだよね。払われてないです。ただそれでもなんか口頭でいや休業出ないよみたいな感じのはあったんで、みんな多分それでもう巻かれて出ないんだ。はい、思っちゃった。こちら、赤なんですけど山田です。100% の休業保障と労働環境の改善を求めて、ブラックバイトユニオンに加入し、団体交渉の申し入れを今日行いました。この間、ブラックバイトユニオンに寄せられているちょっと相談を簡単にご報告します。19歳女性アルバイト、塾、3月から4月、生徒が来れないという理由でシフトが完全になくなった。その間の保障に関する連絡は一切ない。母子家庭で生活に余裕がない。20代前半の女性、居酒屋アルバイト、仕送りはもらっておらず、生活費として月に13から15万円程度稼いでいた。それがコロナの影響で3万円から4万円にまで減少。休業保障が出るかわからない。20代前半のアルバイトの方、居酒屋で働いています。休業保障は出ているが月の給料の10分の1程度、生活ができないため有給を申請しましたが、休業保障も出してやってるんだから有給とかいきなり何？と拒否されました。店長に休業保障はないのか聞いても無視されている。来月から学校に通うための交通費を捻出するのに困っている。突然解雇されました。雇用保険に加入していないが失業手当をもらいたいです。4月の下旬、コロナ等で6月末で退職してくれと雇い止めにあった。戦わずしてより良い環境、より良い社会が出てくるとは思わないんですよね。
もう一人一人がもう最前線で自分とその仲間のために戦うみたいな。あ、こんにちは。本日の団体交渉の件なんですけども、事前にご回答をいただけなかったので、いやメールをお送りしましたよ。じゃあそうしましたら、こちらが、3名の、人数制限をさせていただくことに関して、合理的でないというご返信いただいたんですけども、合理的でない理由をお伺いさせていただいてもいいですか。とりあえずちょっと会議室に座ってもらっていいですか。それ見て判断します。で、定員が10名の、会議室になりますので、こちらの3名、だから広めの会場を用意してくださいって伝えてるんです広めの会場を用意していただきたいっていう旨は、昨日の、メールになりますし、その広さの定義っていうのは、なので最初に伝えてるんですよ。人数制限受けられないし、だったら Zoom でやりますかってご提案もこちらしてるのにかかわらず、そちらこの会場でやりたいっておっしゃったので、そちらが入れる人数広めの会場を用意するのは当然ですよね。なんで用意してないんですか。Zoom に関しましてはセキュリティの問題に関して授業普段 Zoom でやってるじゃないですか。生徒の個人情報全部出ちゃうんですよ。それはいいんですか。だからさんここに来たらもう交渉できるじゃないですか。なんでやらないんですか。わかりました。じゃあこの場でお待ちください。本社の方ですか。どなたですか。関係ないなら、方ですか。の人誰。私が株式会社でこの人とこの人誰。いやいいですじゃなくて、いや団立場体交渉はっきりしてくださいよ。だって団体交渉の場には直接労使関係にある人しか来れないんですよ。ね、誰だから本部の人です。の人ですか。どっちですか。誠実に対応するって言ったんだから今団体交渉の場ではありませんので、いいから誰なのかはっきりしてください。団体交渉には誠実に対応します。だからしてないから口だけ誠実に言ってもダメだよ。こちらのご要望にお答えいただけないようであれば、労働委員会の方に申し立ていただいて構いません。それは今断固拒否ですね。じゃあもういいよ。じゃあ団体行動を行いますので。はい。不当労働ですよ。団体交渉拒否ということで。まるで今コロナの危機が去ったかのようになっていますが、一人で泣き寝入りをしたり誰かが助けてもらえるのを待ってる暇なんてありません。そんなことしたら簡単にアルバイトのやつらなんか使い捨てすることができるって思わせてしまいます。私たちの生存権を守るために当然の権利を守るために一緒に戦っていきましょう。これって別に父親が弱いとかじゃなくて、満員電車で揺られてそうやって暮らしを保とうとしても結局、体壊すし心もやられるっていうのはなんかもう選択肢がなくなってるんだなっていうのは気がつくようになって。ユニオンの戦い方っていうのは誰かに助けてもらうために戦うんじゃなくて、自分たちが暮らしていくために生きていくためのものをなんか勝ち取るためにあるので、戦うのはただ単純に生きるためっていうか生きているってことですよね。ご視聴いただきましてありがとうございます。それではですね、登壇のしていただくお二人を紹介したいと思います。NPO 法人ポッセ事務局長の渡辺さん、そしてニューヨークに留学中に社会運動を学び、労働運動に取り組む Z 世代山本さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。じゃあまずはお二人にですね、2020年の活動内容といいますか、活動内容についてお話しいただければと思います。よろしくお願いします。はじめまして、NPO 法人ポッセの、渡辺と言います。今映像を見ていただいたのもコロナ禍の取り組みの一つなんですけれども、僕たちは普段
ポッセはもともと若者の労働問題貧困問題に取り組む NPO 法人で、ブラック企業とかブラックバイトってそういう問題ずっと取り組んできたんですけど、やっぱコロナが起きたの、が来たのが2020年の2月、今年の2月ですね。その2月末からコロナ関連の相談がすごく増えてですね、で11月末までにコロナ関連の相談が3300件ぐらい来てる。その量来てたんですね。めっちゃ来ました。で僕たち普段年間で2000件から3000件ぐらい受けてるので、もうちょっと半端じゃない量でしたね。だからどれだけやっぱりコロナで働いてる人たち、労働市場への影響がどれだけ大きかったのかっていうのが、この数字だけでもすごくよくわかるかなと思います。でその中でやっぱり僕らが取り組んできたことっていうのは特に今回コロナで影響を受けた人たちって女性、それから学生、それから両者に共通するんですけど非正規で働いてる人たちなんですね。で休業になって、全然休業保障されないで、もともと給料も低いし貯金もないし、休業保障されなかったらもうほとんど失業してるのと一緒っすよね。でもう家賃も払えなくなるとか生活できなくなるとか、そういう人たちがものすごい4月5月いたんですよね。でその中でじゃあその人たちかわいそうだねとか助けなきゃいけないよねと言っていても状況一切変わらない。やっぱりそういうふうに切り捨てられてしまった人たちが自分たちで声を上げて、でコロナだから仕方ないよね、ステイホーム頑張ろうねみたいな空気が4月5月半端なくあったと思うんですけど、で企業の側も言うんですよ。いやコロナだから仕方ない、不可抗力だから私たちは休業保障しませんみたいなことを、すごい言ってきたんですね。その中でやっぱり切り捨てられてしまった人たちと一緒に責任を取らせるっていう、いやあなたたち普段非正規を使って非正規を活用して利益上げてるんでしょ、企業回してるんでしょ、でそれ危機が起こったら簡単に切り捨てるってそんなん許されませんよ、きちんと休業保障をしっかりやってください。で今回政府も雇用調整助成金とかいろんな制度を拡充してきちんと休業保障してください、雇用を維持してくださいってことをやっていったわけですね。だから企業の持ち出しなしで休業保障が本来できたはずなのに、その中で非正規がどんどん切り捨てられていく、その問題にどう立ち向かっていくのかってことが本当4、5、6月の僕らの取り組みでした。でその中で、今日映像出てる映像の中では山田さんになってましたけど山本君が休業保障やっぱり求めて戦っていくことをやらないとこの状況変わらない。でもなかなか非正規の人たちって生活も厳しいし、戦ってこの状況を変えていくっていう文化が日本にあまりにもないから、戦いましょうって言ってもいや怖いし、いやそんなことできるんだろうかみたいなやっぱ思っちゃいますよね。だからその中でまずは戦う姿を示していこうってことで山本君と、5月か、5月やろうってことを決めてやったって感じですね。やっぱ僕もこれ休業保障を求めてるんですけど、僕その休業保障が欲しい、それだけじゃなくて実際にやっぱさっき渡辺さんが言ったようにやっぱ戦う姿を見せて他にもやっぱ休業保障が支払われてなかったりコロナ禍で散々な目に遭ってるような労働者たちと一緒に戦いたいっていうことで声を上げるためのきっかけを作るために僕はこれを始めて、でこの僕の戦いの途中にも6月だとかに新たにブラックバイトユニオンにその学生がなんか相談とかに来て、それでいや私のところも休業保障支払ってないだとかそういうのがあるのでちょっと一緒に戦いたいですみたいな感じで戦いを作っていくっていうことを僕たちはこのコロナ禍でやってきました。ありがとうございます。それこそ本当に企業側としてはいやコロナだからっていうこの切り札かのような回答で全部それで済まそうとするけど、そうじゃないよねっていうところで戦う姿勢を見せているっていうことですかね。なかなか自分の立場個人だとそこで個人対企業で戦うエネルギーっていうのがなかなか持てない方も多いので、そういった方の相談を受け付けているっていう形ですかね。
そうですね、やっぱり権利行使って、個人でやるのって本当に大変っていうか、無理だと思います。やっぱり企業の方が圧倒的に力が強いですよね。お金も持ってるし権力もあるし、雇う雇わないって企業が決められちゃうし、一方で働いてる人たちっていうのは雇ってもらってお金をもらわないと生きていけないっていうやっぱ立場が弱いので、一人で非正規の人がすごい不安定な状況で払ってで、実際休業保障を求めたらクビにされたって人も結構いるんですよね。いやお前何言ってんだ生意気だみたいな感じでいきなり首を切られるって人たちも結構実はいたんですけど、やっぱり労働者って個人だとすごく弱い。でも普通に考えて、例えば彼は塾で講師やってたアルバイトやってましたけど、もうほとんどその塾なんてアルバイトの講師で回ってるわけですよ。経営者なんて1人2人ぐらいいるだけで、ほとんどがアルバイト講師でその塾の経営って成り立ってる。だから本当は労働者がみんなで力を合わせて協力して声を上げてったら、本当は強いのは労働者の側なんですよね。でもみんな今日本社会でみんなそれがバラバラにされちゃってるから弱い。だからそこをどうやって結びつけてで戦っていくのかってことを、相談を受けながら一緒に仲間たちで集まって戦っていくっていう、それがもう本当にずっとやってることでしたけど、コロナの中でもよりそれを、やろうっていう、より弱い立場の人たちの労働問題、それをやっぱりもう明らかにやっぱコロナで起きたことって不公正の問題だと思うんですよ。非正規の人たちが簡単に切り捨てられる危機がもうすごい増えてますよね、今非正規の人たち世の中に。で多分サービス業なんですよね。コロナで対人サービスのサービス業が一番最初に影響を受けた。でそこを回してるのはほとんど非正規雇用の労働者たちなんですよ。でその中には学生や女性や外国人労働者がたくさんいるんですね。そういう人たちが社会を回して支えてきたのに、コロナになったらあっさり休業保障もしなければ首も切るって、こんな不公正許されていいのってところでやっぱり声を上げていくような運動が必要だったし、僕らはそれをやってきたのかなって思いますね。それこそなかなか分断されている中、声を上げづらいだとか声を上げていいのかもわからないっていうこの皆さんの立場があると思うんですけど、一方本当に身近で学生とか女性の方々、外国の国籍の方、外国籍の方もですけど、本当に身近で本当に近くにそういった立場の方っていらっしゃるじゃないですか。会場にも学生の方いらっしゃいますし、オンラインで視聴していただいている方々も同じ多分立場になっている方もいらっしゃると思いますので、ぜひともこのコメント欄とか会場からもそういった実際働いている場から働く場を奪われてしまったという方がいれば声を上げていただきたいなとも思います。実際今働いてみてコロナの影響、例えばですけどコロナの影響で働く環境が大きく変わってしまったみたいな声っていうのは実際にあるんでしょうかね。 YouTube 側でもいらっしゃいますかね。実際龍馬くんとかは今学生で多分バイトとかもしてるかと思うんですけど、実際そのバイト先で前コロナ後とかで環境が変わったりとかってありました？マイクぜひちょっとごめんね。結構最初の方は2月の方で横浜でずっと働いてたんですけど、結構そこで今年から大学1年生で入学するっていう形から、ほんでいろいろと大学の資金だったり生活費、今美術大学の方に通ってて、だから結構学費だったりとかもすごく多額なんで、パソコンだったりとかカメラも必要だったりとかっていうので、今年はずっと1月2月3月働いてたんですけど、そこで結構貯めていろいろと生活にやっていこうと思ったらコロナで全部おじゃんになって、それであっちの方バイト先の方でも雇えなくなってっていう感じで、もう最初のスタートダッシュから一気にいろいろとグダグダになっちゃったっていうのもあって、やっぱり僕はそこでもやっぱ今年の1年生は全然学校にも行けなかったりとか、Zoom での出会いだったりとか、縦のつながり、先輩のつながりっていうのもなかったりとかするので、結構俺は割と痛手なスタートダッシュでもそうだし、
あと他にも介護だったりとかもやってるんですけど、結構そこでシフトが減らされたりっていう感じで、だからなんかそこでのそういう部分ってあんまりお金の部分ってやっぱ相談できるところって少なくて、だからないってなったとしてもそこを学校に行ったとしてもあんま貸してくれなかったりっていう感じだったりとかっていう感じで、だからなんか大学側もそういう社会全体的にもなんかあんまそこが相談できる部分って少なかったなって思って、だからなんかそうですね、やっぱコロナ前と後っていう中では僕は結構ちょっとなんかどこに何を言ったらいいのか分かんなくなっちゃったなっていう感じはやっぱありますかね。なんかやっぱそうかなありがとうございます。それこそ本当に分断されてしまっていて、どこに何を言っていいかわからないっていう、でも本当にこれが特例ではなくて本当に一般的な学生の意見だと思うんですよね。そういう学生めちゃくちゃ多いと思います。そうですよね。報道でなんか困窮していく、コロナ禍で困窮していく、学生っていうのがすごい言われてますけど、まず学生がなんで困窮してるのかっていうその背景、なんか要は学費とかが高くて奨学金なんかもうあれもう要は借金みたいなことになってて、それでお金が必要だっていうところにすごいやっぱもうつけ込んでるようなもんですよね。その要はアルバイト会社とかもそういう状況がある中でやっぱ学生を働かせてやっぱ利益を上げてるっていう会社があるので、そういうところにやっぱ責任を問うっていうのがすごい大事で、あとなんか介護の仕事もやってるってなんか聞いたんですけど、やっぱもう世界ではエッセンシャルワーカーがもうこのコロナ禍でなんか危険なところで働かされたりとか、あとはもう安全対策とかなくて働かされたりして、それに対してもう自分たちのやってる仕事はエッセンシャルワークもなんか拍手されるような仕事なんだけども、そういうような待遇を受けてないっていうことで、もうみんなバンバンストライキ打ったりして戦って、でついこの間もそのイリノイ州の介護施設で働く人たちがストライキで安全策だとか、あとはボーナスだとかもう全部勝ち取っているんで、声の上げ方っていうのはやっぱあるんで、そういうのをもうで日本でもやっぱ僕らみたいに労働組合とか入ってやること全然できるんで、そういうのをやっていけたらいいなとか思いますね。ありがとうございます。それこそ今労働組合っていうワードも出ましたけども、そもそも労働組合で活動を始めようと思ったきっかけとかっていうのは何かあったんですか？ポッセはもともと NPO 法人でやってるんですよね。で今も NPO なんですけど、で立ち上がったのが2006年で、当時はフリーターニート、若者非正規問題、今中高年フリーターとか言われてますけど、やっぱ2000年代って労働市場が大きく変わって正社員の数が減って若者の多くが非正規になっていく、就職氷河期って呼ばれてた時代がありましたよね。で当時は若者バッシングめちゃくちゃ強かったんですよね。フリーターニートはいや好きでやってんだろうと、若者ダラダラしてんだろうっていうので、非正規が構造的に増やされてきたにもかかわらず若者が劣化したから非正規増えたみたいな世論めちゃくちゃ強かったですよね。でその中でポッセ立ち上げて、その若者バッシングに対抗していこうってことでいろいろ活動を始めて、で最初にいろんな若者のフリーターの声3000人調査っていうのをやったんですけど、その中で見えてきたのはやっぱり多くの若者が違法状態の中にあって、でみんな違法だとは気づいてるんだけどみんな泣き寝入りしてるんですよね。どうしていいかわからない。だからこの若者たちの権利行使をどうやって支えていくのかで、当時はやっぱ労働組合ってものがあまりにも遠すぎるもう何それみたいな、いやむしろなんか変なねおっさんみたいなおっさんっつったらあれですけどちょっとやっぱりちょっと距離が遠すぎたんで、やっぱり NPO としてまずは相談窓口作って、で権利行使支えていこうってところでずっと活動してきて、それでブラック企業問題、ブラックバイト問題って取り組んできて、ブラック企業もうちの代表の今野がブラック企業って本書いて、それが結構流行語大賞を取ったりしていろんなメディアで使われるようになって、今多分皆さんこれすごい言葉だと思うんですけど、多分働いてる人は誰でも一度は自分の働いてる先ブラックかもっていう問いを
多分誰もがほとんど日本中誰もが持つようになった言葉だと思ってるんですよね。それはどういう意味があるかっていうと、これまでみんな自己責任だったんですよ。いや残業代払われないの自分が能力低いからダメなんだ、非正規でやってんのも俺が頑張れなかったからダメなんだ、そういう自己責任の意識をブラック企業って言葉は転換させた。いや会社おかしくないみたいな、この会社ブラックなんじゃないって問いを多くの日本人が持つようになった言葉だと思ってるんですね。でそういう意味ですごく意味があったし、その中でやっぱり権利行使をしよう、会社に相手に残業代を請求しよう、パワハラの責任を訴えよう、そういうふうに立ち上がる労働者たちが出てきた。その中で2014年に僕たちはじゃあもう自分たちで労働組合を作って直接企業と交渉しよう、戦っていこうってことで2014年に自分たちで労働組合ブラックバイトユニオンも含めて作って、でずっとこの5年6年活動してきたって感じですね。そうなると2006年ぐらいは本当に責任は働く側にあるっていう形で個に責任を求めていたから声が発しにくかったっていうところが、ブラックっていう言葉が浸透してきて、企業側に責任があるんじゃないか、企業側に環境を整えるっていうそもそもの責任があるんじゃないかっていうところで、ようやく企業側にもその矛先っていうのを正当に向けられるきっかけができて、ようやくこう交渉する、声を発する環境ベースが整ってきた。だからこそ戦うっていう今フェーズというか流れにあるんですかね。そうなんです。やっぱり言葉だけでは社会は変わらないですよね、はい、意識がみんなブラックかもって思うようになったとて、じゃあブラックな環境がなくなるかといったら決してそうはならない。権力関係変えなきゃいけない。要するに残業代を払わないから長時間労働させられる、人を使い捨てても誰も抗議してこないから簡単に人を使い捨てられちゃう、それを許さないよっていう実際の実力行使をしていかなきゃいけない。そういう人を使い捨てたり違法行為をする企業の責任を社会的に追及していく。それをやったら自分たちは大変なことになるんだってことを身をもって分からせないといけない。そうしないと違法な環境がまかり通る今の日本社会を変えられないと思っているので、ブラック企業って言葉で意識が変わった、それ第一歩で、そこからやっぱり現実の関係を変えていくっていう戦いを作っていく、それが本当に大事だと思ってるんですね。本当に今の言葉が今日本社会を作っていると思っていて、個が本当に企業おかしいなとか、企業にこう意識が向いてると思うんですよね。この環境おかしいよなみたいな、土日働いてるけどこの給料出ないんだ、当たり前じゃないよなっていう疑問が多分個人でも湧いていて、でも企業はまだこう優位な立場じゃないけど、いやでも君お金必要なんでしょの立場がまだちょっと若干というか残ってるからこそ変わってない現状があると思っていて、でもやっぱ個がじゃあいきなり声を大にしておかしいだろっつって、いやおかしいよなっつって、どんどんまだ個が個を連鎖するっていうのはなかなかやっぱさっきの言葉みたいに難しい状況にあると思っていて、だからこそ第3のこの団体じゃないけど NPO 法人っていうところでそのサポートをしているかと思うんですけど、その NPO の活動としてどうやってその個の声を連結させるじゃないけど大にさせて、こう企業側と戦い方っていうんですかね、どういう交渉というか方法を取られているのかっていうのをぜひちょっと伺いたいなと。なんか僕の場合になっちゃうんですけど、そのブラックバイトの、さっき記者会見の映像映ってましたけど、要はその、僕が一人で声を上げただけじゃ、実際変わんないんですけど、でもその、僕と同じような状況にある人すごいいっぱいいるよねっていうことで、なんか会見中にもいろいろ案件を読み上げてましたけど、そういうことを、社会の問題として提起していく、戦いの中でそれをその社会の問題として提起していくことによって、一人一人声を上げづらいかもしれないですけど、でもそれがその問題なんだってなるよ、気がつくことによって、それを報道とかで見て、じゃあちょっとここ相談してみようっていう形で、やっぱブラックバイトユニオンだとかにもすごい相談に来てくれて、それで戦いが広がっていくっていうことになってますね。あと結構僕がやってて思うのは、もちろん戦うって
100人いたら100人やれることじゃないと思ってるんですよね。でもやっぱり1人2人3人っていう風にその中でもこういう風に戦っていくっていう決断選択をする人が増えていくだけで全然やっぱり変わってくる。で実際山本くんが戦った件途中で終わってましたけど、どうなったかっていうと110人ぐらいいたんですよ。彼のアルバイト講師110人に給与報奨されました。実際結果としてってことですか？実際110人彼が1人声を上げただけで一切払われてなかった休業保障が110人のアルバイト講師全員に払われたんです。すごいな。そういうことが、実際できたし、そういうふうに戦ってる人たちが僕たちの組合にはたくさんいるんですね。だから1人2人が声を上げるってことのインパクトってやっぱり半端ないんですよ。でそれが社会を変えていく原動力になっていくかなっていう。今の話聞いただけで、じゃあ俺もこのケースいけるのかなみたいな人って多分すごい出てくると思うんですよね。それをどんどん事例を作ってムーブメントじゃないけども声を大にしていくっていう感じですかね。そうで僕らがやっぱり今この先の話、さっきの流れの話でずっと非正規の学生や女性の労働問題取り組んできたんですけど、今一番力を入れているのが外国人労働者の問題なんですね。で今、カンボジアから来た技能実習生の問題、それからスリランカから来た技能実習生の問題、取り組んでるんですけど、それもやっぱコロナの中で今ベトナム人技能実習生がいろんな犯罪に巻き込まれていったり借金を抱えたまま帰国を余儀なくされたりみたいなこと結構言われてますけど、いやこれだってなんかかわいそうな外国人がいるみたいな話じゃなくって、そういうふうに追いやった企業がいるわけだし、技能実習生制度って制度の枠組みそれ自体が、人身売買って批判されているようなその問題があるわけですよ。だから責任の所在、かわいそうだね助けようじゃなくって、そういうふうに追い込んだ具体的な責任者にきちんと問題を問わなきゃいけないし、それはできないようにしていかなきゃいけないってことで今いろいろと取り組みを進めているとこなんですね。でその中で、この間9月10月実はそういう外国人技能実習生の問題取り組んできたし、この前先週2週間前日比谷で外国人差別やめろってデモも自分たちで企画して、でポッセやブラックバイトユニオンに参加している10代20代のメンバー中心にデモなんかもやったりしたんですけど、その中ですごく思うのはこういう戦いを声を上げていくって運動を作っていく中でもうなんてやっぱこの目の前にある不正義に対して当事者だろうが何だろうが関係なくこれおかしいだろうってことで声を上げる仲間たちがすごい増えてるんですよね。だからなんていうかな、これが日本中に広がったら多分革命じゃないですけど変わると思います。革命ですよ。でだからそれは一気には広がんないかもしれないけど、でも僕はずっとこの間、山本君も含めそういう若いメンバーとこう関わってて思うのは、みんななんつうんだろう、社会正義に対する正義感すごい強い、不公正おかしいよねっていう、こんな外国人使い捨てられるのおかしい、非正規使い捨てられるのおかしい、こういうの変えてこうよ、声上げてこうよってところに全然違和感感じない。おいやろうみたいな感じで割とみんなで、一緒になぜそういう問題が起きているのかって学習したりとか、実際の現場に行って権利行使当事者と一緒に声を上げたりとか正義に声を上げたりってことを、やる仲間はすごいやっぱりこの半年このコロナの中で、問題がひどくなる反面そういう仲間たちも増えたっていうのは僕はすごいポジティブな面だと思ってるんですけど、そういう運動がやっぱり広がってきてるんで、なんかそういうことをやっぱ地道にやっていくってことが、本当に社会を変えていく、未来を作っていく、創造していくってとこにつながるのかなって思ってるんですよね。やっぱ僕らの世代、Z 世代とかって要はなんかこのすごい辛い状況がある中、それをなんか受け入れて辛いなみたいな感じでやってるのにもう耐えられないっていうか、もう不正義はもう明らかにおかしいことにはやっぱおかしいって声を上げるっていうのがなんか結構やっぱボランティア一緒にやってる仲間の感じも見てると、やっぱみんなおかしいことにはすごいおかしいって言える人たちがいて、実際この社会に多分いっぱいいるんだろうけども、
すごい違和感を持ちながら、生きていてもやっぱりその社会運動とかに出会えなくて、その違和感を戦いにできなくて終わってしまうってこともあるんですよね。でも僕らみたいにこうやって運動をやってる人がいるから、Z 世代みんなその違和感持ってたらやっぱ声上げていいし、一緒に声上げられるし、でデモの時とかもやっぱもう学生がすごいもうみんな声出して、みんなでその演説やったりとかやったんですけど、みんなそれぞれなんかできることって違うんですけど、結局みんな能力持ってるし、もうやっぱ力ない存在だってなんか思ってるかもしれないですけど、でも実際は僕ら結構力持ってるぞっていう話ですよね。素晴らしいですよね。それで実際変わりつつある現状があるっていうのがすごい希望というか大きい兆しがありますよね。それこそこの場でもじゃあ一緒に声を上げましょうって言って全員がこう声を上げるっていうのはなかなか難しいけれども、疑問に思ってるっていう人はかなり大多数いると思うんですよね。この会場でも今話聞きながらもそれを私も働く環境でおかしいと思ってる人はかなり多くいると思うので、その行動を起こしている人に対してどんどん加勢していってるじゃないけど、その輪が少しずつ広まっていくっていうのはすごい希望だなというふうに思います。ぜひともこの会場、それからコメント欄でもありがとうございます。それこそ今もちろんです。コメントといいますか疑問とか投げかけていただけたらと思います。すみません、また聞きづらくてごめんなさい。行動を起こしていることすごいなと思って今話を伺っていて、今この非正規雇用とかそういう問題って働き方改革とか国家戦略なんとか特別区域会議とか辺から始まってきてることじゃないですか。で皆さんの中で政治的な働きかけっていうのは何かやってらっしゃるんですか？いやまず僕らの認識からいくと、別に安倍さんになってから働き方が悪くなったわけじゃなくって、もうずっとなんですよ。80年代から過労死って言葉あるし、2000年代に入って特に非正規雇用って増えてきたし、もちろんその政治がそれを促進している側面はありますよね。2000年代で言ったら労働者派遣法ってものが規制緩和されて派遣労働者が増えていったとか、そういった政治や法律制度ってものがその状況を悪くしていくっていう方向で促されていくことはあると思うんですけど、僕らは政治が根源ではないと思ってるんですね。だって労働法って結構いい法律あるんですよ。労働基準法って法律あって、1日8時間週40時間までしか働かせてはいけませんって書いてあるんですよ。そもそもですよね。そうでもそれってその法律って守られてますかって話なんですよ。だから僕らはどんなにいくらいい法律や制度や政策があったとしても、結局その現場で声を上げてその法律を守らせる、あるいはその法律を超えてもっといい制度や法律を押し付けていくような労働運動がない限りは、どんなに政治に働きかけても現場は絶対良くならない。これが僕らが思ってることなんですね。でもちろん政治に働きかけていくことも必要だとは思ってるんですけど、でもそれ以上にやっぱり現場で今苦しんでる、今差別を受けてる、今生活できなくなってる人たちの問題に取り組んで、その人たちが声を上げて企業に責任を取らせていく。今貧困どんどん広がってますよね。多分この後瀬戸さん話すと思うんですけど、貧困広がってんのなんでって言ったら、非正規雇用の人たちが使い捨てられて声も上げられずにどんどん企業に切り捨てられてるからですよね。それを企業に責任取らせなかったら貧困拡大なんて絶対防げないし、それは制度や法律で変えられるようなことじゃないんですよね。だから現場の権利行使をどうやって支えていくかで、その人たちがやっぱり戦いをしてネットワークを作って、でどんどん自分たちの権利を主張していくってことで初めて法律や制度が機能するし、その先に政治を変えていくっていうことが実現できるんだと思ってるんですね。だからまずは僕らは現場の相談を受けて権利行使を支えていく。でその中でもちろん実はこの間僕らも結構政策提言やってて、7月に休業支援金っていう制度が新しくできましたね。あれは僕らが求めた制度なんです。現場で雇用調整助成金っていうのが全然機能してねえぞ、ふざけんな、労働者が直接請求できる制度を作りなさいってことを現場の問題から
働きかけをやって実現した制度なんですよね。だからそういうふうに政策の働きかけももちろんやるんですけど、でもそれはあくまで現場の取り組みがベースにあって初めて意味を持つ力を持つことだと思ってるんで、やっぱそこが大事かなって思いますね。ありがとうございます。それこそ本当に政策っていう部分ももちろん大事だけれども、今起きている問題に対してどう戦うか、それこそ声を発するかっていうところがより大事になってくるってことですよね。それこそ松井さんはこう近くで戦っている姿も見てると思うんですけども、彼らのこの戦う姿勢についてどういったところを感じられましたかね。そうですね、先ほどの短編を作りました松井です。そうですね、だから僕はやっぱり社会に対して、何か投げかけていくっていうのをやっぱりデモっていう方法しか頭になかったところがあって、やっぱりコロナ禍で、取材の中でお二人に会って印象的だったのが、渡辺さんがこうよく戦わなければ社会が壊れるっていう言い方をなさいますよね。そういうなんていうかな、自分たちがいる社会ってそういう脆いものなんだとか、戦うことによって何か維持しなきゃいけない部分があるんだ、でそれが自分もできるんだっていうことを行動でやってらっしゃるっていうことを感じたんですよね。なんで僕はどう考えてもやっぱり今怒りが足りないとか、一人一人の怒りをもっともっとこう本当は面にしていかなきゃいけないっていう状況だと思うので、僕はドキュメンタリーという方法を通して面をいかにこう広げていくかっていうことなら、担うことができるかなということで作ってきましたし、これからもポステと一緒にやっていきたいなと思ってるって感じですね。はい、ありがとうございます。いや僕も松井さんとの出会いは結構めっちゃ覚えてて、なんか別の取材で来られてて、で、困ってる学生いませんかって取材だったんですよ。で彼がちょうど、休業補償払われてないからって言ってきて、ただ僕がすごい注文つけてたのは困ってる学生って描かないでくださいみたいな、かわいそうな学生って描き方やめてくださいみたいな、戦ってるんでみたいな、そういうせこい感じじゃないんでみたいな感じのことをひたすら結構言って取材来てもらって、で団体交渉の打ち合わせのところ最初来てもらったんですよね。でなんか面白いことやってますねみたいな感じで松井さんが終わった後声かけてきてあれみたいな。そうですね。で結構当時テレビの取材とかいっぱい来てて、もう正直めっちゃ、またテレビかみたいな、テレビって大体こういうストーリー A 欲しいんでみたいな描き方あるんですよ。もう最初からこういう感じの人いませんかみたいな、語ってほしい物語を最初から持ってきて、それに当てはまる人を探してくるって取材すごい多かったんで、もうで大体求めてくる困ってるかわいそうな悲劇のヒロインを学生求めてくるから、そういう感じかなみたいな、嫌だなみたいな感じで、いやもう戦って変えていく姿を見せていく方が僕大事だと思うんですよねみたいな話を最初してたら、なんかそこになんかやたら共鳴してくる人いるなみたいな戦ってるディレクターが出てきたからねこの人他のあれと違うなみたいな感じがあって、で映像も映像作る時も、結構見てもらって皆さんどういう感想をお持ちになるか分かんないですけど、結構人を選ぶ映像になってるかなと思うんですよね。こんななんか怖いみたいな反応も結構もらうし、なんでこんな怒ってんのか分かんないみたいな人も結構見た中ではいるんですけど、でもやっぱり僕らはみんなに受けるようなかわいそうなお涙ちょうだいのドキュメンタリーに絶対したくないっていうのは、最初から松井さんにも伝えてたし、僕らも意図してたところがあって、さっき言ったようにやっぱり戦う姿を示していきたいし、それがこう少しでも100人のうち1人でもいいからこれが刺さって、なんかこうね僕らの運動に加わってくれるような作品できたらいいよねってことで、いろいろ制作過程から話してて、でなんかそういういい感じの、僕らもさっきここで流れてるの改め見て、なかなか迫力ある映像だなと思いながら見て、俺ら戦ってるなみたいな、戦ってたなみたいななんかそういう、思い出があるんで、なんかやっぱりそういう単に声を届けたり伝えるだけではなくって、誰かの行動や生き方や価値観をこう変える、そういうなんか発信は僕らも常日頃からしてるし、
それを今回映像ドキュメンタリーって形で一つこんなね戦うみたいな現場でもう松井さん僕らと一緒になって戦ってましたからねそう松井さん僕後ろから遠目で撮ってますんでとか最初言ってて分かりましたとか会社の前来たらなんかいきなりもうカメラでグイ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 会社の人撮り始めて、ドキュメントもそうだから今年はちょっと後ろから管理してますみたいな言うけど目バッキバキでこうあれなんかめっちゃ戦ってんなと思いながらそうですね、なんか本当に僕はいろいろ教えてもらったなと思ってるんですけど、その描き方としてやっぱりまずはその戦うっていうことをどう主体化してるのかっていうことですよね。僕は一番それに興味を持ったんですよね。つまりなんでそんなに戦うのっていうものすごいエネルギーだと思うんですよ、お二人も。でやっぱりねどんどん言葉が出てくるしある種社会正義っていうものに目覚めてると思うんですよね。ただその理由っていう内的な理由っていうことをどうやって突き止めていけばいいのかな。多分その怒ってるところだけ取ってもそれをうまくきれいに流せても多分ダメで、その理由の一番こう奥の方に行くと多分それが普遍的なものになるだろうっていうのがあって、それで今回の映像だとその山本さんがそのお父さんのことですよね、結構触れにくかったと喋りにくかったかもしれないんですけど、そのやっぱり子どもの頃からその両親がこう働きすぎて大企業でその父親が働きすぎて壊れていくっていうところを見てきて、でそんな風にその大企業でうまいこと入ってこう毎日働いててもどうせ壊れちゃうんじゃんっていうようなそういうような社会の像っていうものを山本君は最初から持ってた。だからやっぱり両親ってこう社会を映す鏡じゃないですか。最初のその鏡に映ったものがもう何かマジョリティなはずじゃないですか、大企業の親父なんて。だけどそれは本当に今の日本の姿で鬱っぽくなっちゃったりとかさ、そういうことが起きたんだよっていうね、そういうことを原点に持ってる人なんだなっていうことがやっぱり僕の中ですごく腹に落ちたので、そこと叫んでる姿っていうのは多分直線でつながると思ったんですよね。なんで組合のもちろん渡辺さんもこれから描きたいなって思ってるんですけど、その内的な理由っていうところを多分ほんの小さな理由一言でいいんですけど本当にそれが掴むことができたら僕はなんていうかな、怖い組合だとかその古いイメージだとかそういうことじゃなくて本当に人間の普遍的な感情にこうたどり着いていくドキュメンタリーができるんじゃないかなっていうことを思ってます。はい、結構そういう戦いをやっていくって時のポイント2つあると思ってて、1つは不公正との出会いなんですよ。僕は貧困問題だったんですけど、ネットカフェ難民っていうのを僕が大学入った時流行ってて、同世代の人たちがネットカフェで日雇いしながら苦しんでる姿を知って、一方で大学通ってる自分がいて、なんだこの世の中はみたいな、それが僕は出会いだったんですけど、ただ不公正と出会ってもそれが直ちに戦うってとこには僕はつながらなかったんですよね。でなんでそうなったかっていうと、派遣村があって、でたまたまそこにボランティアに行って、でポッセの同世代のすごい熱量ある仲間に出会って、そこで僕はこういう不公正な社会を変えていくって選択肢や方法や生き方っていうのがあるんだっていう出会いがなんかあって、気づいたら10年ぐらい経ってたんですけど今事務局長とか偉そうにやってますけどそんぐらい経ってたんですよね。だから多分そういう不公正が蔓延してる社会、その中で違和感を持って生きてる人たちはいてもそこからいきなり戦うっていう風にならなくって、山本君の場合ももちろんいろんなものがあったと思うんだけど、それがどういう風にねこう戦うってとこにつながっていくのかっていうのいろいろあると思うんですけど、なんか僕も家族がどうこうとかありますけど、でもそれって別に僕がそっから戦いのエネルギー得てるわけじゃなくて、やっぱなんていうんですかね、僕もアメリカにいた時にすごいいろいろ社会問題に関心を持ってなんか、
例えばその同じ大学でその、強制送還されそうになってる学生がいたりとか、そういうのをすごい知って、でこれって絶対おかしいよねっていう、そこなんですよね。それって共感するとかそういうことじゃなくて、もうおかしいことはおかしいっていうすごいシンプルなことで、だって社会で絶対あってはならないことが起きてるっていうのがすごい僕の中でやっぱ運動をやっていこうっていうかっていうところになって、でそれでやっぱアメリカの同世代のやつらはそのなんかみんな結構やっぱ家とかの問題とかいろいろなんか奨学金めちゃくちゃ借金しててとかいろいろあるんですけど、そこにそのなんていうんですかね、自分のアイデンティティとかを見出すんじゃなくて、やっぱその他者、外国人だったり、女性だったり黒人だったりっていうなんかそのなんていうんですかね、に対するその不正義、これおかしいでしょっていうのにそのなんていうんですかね、声を上げてるっていうのがあって、それを見てやっぱ僕はちょっとそのなんていうんですかね、日本でこうコロナ禍でみんな声を上げられないっていう時にそのなんていうんですかね、僕がやっぱおかしいことはおかしいっていうような流れを作っていかないとっていうことは思って、やっぱこの戦いもやってきたのでですね、ありがとうございます。それこそ本当に弱い立場で懇願するとかじゃなく、おかしいものはおかしいって当たり前に言える、そのために戦うっていうことですよね。それこそ本当コメント欄でもポッセの皆さんの活動に救われる方、勇気づけられる方本当にたくさんいらっしゃると思いますと、この活動が他者に与える影響力、声を広げる活力になるっていうコメントもいただいておりますので、このままそれこそ成功事例じゃないですけど、おかしいものをおかしいと言ってそれが成立する、ニートの頃に個人がおかしかったっていう押し付けられてた時代から変わって、今は当たり前の権利として主張できるんだっていうところをどんどん証明していって、20代30代に限らず女性とか学生に限らず世の中を変える、それこそ革新を起こしていただきたいなと思います。本日は登壇ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。